こんにちは、さきです。今、名古屋に来ています。ホテルにいます。さっきお風呂に入りました。でかい。パックをします。乳液をつけます。これはハトムギジェルです。安いし、肌がもちもちになります。髪を乾かします。今日歩きすぎてヘトヘトだから早く寝たいです。コーヒーが1杯、水が3本、スイーツが1皿、1000円が1枚。米田コーヒーって知ってますか？日本で人気のチェーンカフェです。米田コーヒーには電源があるので、パソコンで作業するときにめっちゃ便利です。で、この白ノワールのミニサイズ一つ。一緒にお持ちしても大丈夫？はい、大丈夫です。コーヒーとかサンドイッチとかデザートが美味しい。私はこの白ノワールが好きです。ポケモンとコラボしてます。プリン味でマジで美味しかった。でも朝だからちょっと重いね。皆さんはどんなスイーツが好きですか？これはピザトーストです。これから特急に乗って伊勢神宮に行きます。昨日実はホテルの中のジムに行ったんだけど、めっちゃ遅い。上級者クイズです。あなたは今日本にいます。あなたは何号車に乗りますか？右と左どっちに行けばいいですか？答えは左です。私が乗るのは6号車で、ここに8から5号車と書いています。木が多くて涼しいです。おかげ横丁に来ました。ミッフィーショップがありました。やばくない？ぬいぐるみがあります。私は箸置きを買いました。クイズです。これはコーヒーが1個ですか？それともコーヒーが1杯ですか？答えはコーヒーが1杯です。最後にもう一回聞くので覚えておいてください。餅みたいなうどん？レストランに来ました。
伊勢うどんを頼みました。めっちゃもちもちしててびっくりした。いやマジでびっくりした。おかげ横丁本当に人気で、海外からの観光客の皆さんがたくさんいました。写真をたくさん撮ってました。今日本旅行を考えてる人はスキップしないでください。レッスンしてて本当に日本旅行する人が多いなって思います。でも準備は完璧ですか？モバイルバッテリー忘れたとか、急に SIM や Wi-Fi が必要になったとか、新幹線をギリギリで予約しちゃったっていう話をレッスンでよく聞きます。ネット環境も忘れてはダメです。そんな時におすすめなのが桜モバイルです。ネット環境は日本旅行で必須です。漢字を書きます。今日は夢を書きます。最近レッスンで聞かれたんだけど、皆さん日本のデート文化について 100% 理解してますか？デートにおすすめな場所があります。今は日本は梅雨です。最近は体験ショップがめっちゃ人気です。カップルでお皿を作ったり、キーホルダー作ったりするのがだんだん流行ってます。皆さんの流行りもコメントで教えてください。日本語レッスンをしていると 99% の人がわかんない単語があります。この単語を知って周りと差をつけましょう。それは去年です。この単語がめっちゃ覚えにくい単語です。今年、去年、来年、正しく頭の中ですぐに理解できますか？普段めっちゃ使う単語です。ぜひ覚えておいてください。今回桜モバイルを紹介したけど、まだ話してないことがあります。今回 5% オフのクーポンコードさきちゃんがあります。興味がある人はサイトに載ってる口コミもチェックしてみてください。日本旅行を快適に過ごしたい人はリンクからクーポン使ってみてね。バイバイ。クイズです。これはコーヒーが1個ですか？それともコーヒーが1杯ですか？